こんにちは。当動画はフリーCAD超初心者の方向けステップアップ動画の第5回目です。背景で回っているテープカッター兼ペン立てを作っていきます。今回の目標はサブシェイプバインダーを学ぶです。前回はテープホルダーをはめ込む溝を作成しました。また主にデータ無平面について学びました。続編ものとなりますので、前回動画を見ていない方は概要欄リンクをご覧ください。説明が早すぎる部分は一時停止しながらご覧ください。では、習うより慣れようの精神で始めましょう。今回はテープホルダーの芯を作成します。ただの六角形の芯です。前回動画で作成したテープホルダーをはめ込む溝にはまるように作ります。この設計図の小さい赤の六角形の部分となります。作図する場所は前回動画と同じ塔と塔の真ん中となります。今回作成するテープホルダーの芯のスケッチを先にお見せするとこんな感じです。非常に分かりづらくて申し訳ありませんが、塔と塔の中心に六角形のスケッチを描きます。前回動画で作成したテープホルダーをはめ込む溝のスケッチと両方表示するとこうなります。スケッチする場所は全く同じですね。このテープホルダーの芯である六角柱は本体ボディにくっついておらず、隙間が必要です。このように回転する必要がありますので、本体と分けて作成する必要があります。フリーCADの基本ルールですが、一つのボディは一つのつながった塊じゃないとダメという条件があります。これはパートワークベンチと異なる仕様で混乱するかもしれません。ここでは難しいことは考えず、とりあえず離れている形状は同じボディでは扱えず、別のボディで作成する必要があるとだけ知ってれば OK です。じゃあ別のボディを作ってテープホルダーをはめ込む溝のスケッチをコピーすればいいんじゃないのと思うかもしれませんが、そんな単純ではないのです。別のボディにコピーしてしまうと元のボディの位置や向きをリセットしてコピー先に配置しようとします。そのためコピー先では狂った位置にスケッチが配置されます。この問題を解決するのがサブシェイプバインダーという機能です。ではサブシェイプバインダーについて簡単に説明します。あくまでウプ主の感想ですが、名前に期待しすぎて泥沼にはまる機能です。サブシェイプバインダーという名前をそのまま理解しようとすると画面に表示しているような意味になります。ということで複数のボディから選択した形状を一つに結合する機能となります。なんか超便利そうという気がしますね。ところが複数の形状を取り込んでも取り込んだ一部の形状を取り出して利用するということが原則できません。 Python マクロを使えば内部要素をストックすることはできますが、そんな使い方したくないですよね。実はサブシェイプバインダーは取り込んだ全ての形状がグローバル座標を原点として作成していることを前提とした機能となります。つまりサブシェイプバインダーはグローバル座標を基準として要素を扱うため、複数のボディの原点がずれている設計では見かけ上位置や向きがずれて使い物になりません。ここがハマるポイントです。特にデータ無線、データ無平面やボディは形状は取り込めますが動作が不安定になります。じゃあなぜサブシェイプバインダーを使うのかと思うかもしれません。最大の利点は他のボディの情報を簡単に参照できる点です。ただし点一つの位置情報とかに限られますが、他のボディの点情報を参照するには一番手軽で簡単です。例えばデータ無点は自分自身のボディ内でしか扱えません。しかしサブシェイプバインダーを併用することで他のボディの情報も扱える万能なデータ無点となったりします。簡単な例を見てみましょう。画面の映像の通りテープカッター部品をはめる穴を移動します。するとテープカッター部品本体も追従して移動します。テープカッター部品をはめる穴は本体のボディの形状です。テープカッター部品は自分自身のボディがあり、それぞれ別々のボディです。ちゃんと別々のボディ間で連携しているのがわかりますね。ではどのように作成したかざっと説明します。まずテープカッター部品をはめる穴のスケッチを表示して3つの点を一つ一つサブシェイプバインダーでテープカッター部品のボディに取り込みます。まずテープカッター部品のボディをアクティブにします。続いてテープカッター部品の穴のスケッチから1点ずつ
選択してサブシェイプバインダーに取り込みます。点を選択してサブシェイプバインダーアイコンをクリックする作業を3回行います。モデルツリーにサブシェイプバインダーが3つ作成されていることがわかります。3つ選択してデータム平面を作成します。3点から決まる平面で生成されます。では OK で閉じます。次にテープカッター部品のスケッチのアタッチ先をこのデータム平面に切り替えます。スケッチを選択してアタッチメント、サポート、プロパティを開いてください。アタッチ先を今回作成したデータム平面のみになるように選択してください。データム平面以外が選択されてないことを確認して OK で閉じます。さて、テープカッター部品のスケッチがずれちゃってます。これは本体ボディ上の3点の座標値をグローバル座標の位置として参照するのでずれてしまいます。また3点から平面を作成するときは点の選ぶ順によって平面の原点や向きが変わることがあります。今回は簡単なテストなのでこの辺の厄介な問題はさておきこのまま進めさせてください。アタッチメントオフセット項目で位置を調整しましょう。 X 座標 Y 座標を変更して元の形状の位置になるように調整してください。ちゃんと調整できましたでしょうか？ではテープカッター部品をはめる穴のスケッチ座標を変更してみましょう。アタッチメントオフセット項目で穴のスケッチ位置を変更してみてください。ちゃんと穴の位置に合わせてテープカッター部品も移動していますね。駆け足での説明となりましたが、サブシェイプバインダーの機能で異なるボディ間の位置の参照、連動ができることが分かりましたでしょうか？サブシェイプバインダーのざっくり説明は以上とします。さて、話を戻してテープホルダーの芯を作成します。まずは新たにテープホルダー用のパートとボディを作成しましょう。まずはパートアイコンをクリックしてパートを追加しましょう。パートのラベルを設定します。テープホルダー用の部品なのでテープホルダーっぽい名前を設定してください。一応パートで右クリックしてアクティブか確認します。次にボディアイコンをクリックしてボディを追加します。ボディのラベルを設定します。テープホルダーの芯を作成するので芯っぽい名前を設定してください。今度はボディがアクティブになっていることを確認してください。今回テープカッター部品は使わないので非表示にします。テープカッター部品の目のアイコンをクリックしてください。これで準備完了です。ではボディがアクティブになっているか確認してください。ボディで右クリックしてアクティブになっていることを確認します。さて、ここで画面に丸で表示している等と等の2点をサブシェイプバインダーで取り込みます。赤丸で表示している点を選択してサブシェイプバインダーのアイコンをクリックしてください。これを2点分行います。終わったらモデルツリーを確認してください。バインダーというのが2個追加されていると思います。このバインダーが2つの点と同じものとなります。さて、この2点から前回同様データム平面を作成します。面倒ですがこの方法が一番安定した方法となります。ではバインダーを2つ選択してデータム点を作成しましょう。重心レアタッチになっていることを確認して OK を謳歌します。再度バインダーを2つ選択してデータム線を作成しましょう。2点を通過レアタッチになっていることを確認して OK を謳歌してください。これで2点の中心となるデータム点と2点を通るデータム線を定義できました。このデータム点を通りデータム線に垂直な平面を定義します。それではコントロールキーを押しながらデータム点とデータム線を選択してデータム平面アイコンをクリックしてください。アタッチメントモードをエッジに垂直に設定して OK をクリックしてください。等と等の中央にデータム平面が作成されました。ではこのデータム平面を基準としてスケッチを作成しましょう。これでスケッチ平面を生成できました。セクション表示ボタンを使ってスケッチ面に沿った断面を表示しましょう。これでスケッチできます。ではテープホルダーの芯であるこの赤の六角形を作図します。まずはこの六角形の中心位置を補助線で描きましょう。設計図の黄色の長方形を描きます。
紫の丸を原点として横 83mm、縦 66.5mm の長方形です。構築ジオメトリモードで長方形を選択します。スケッチ図アイコンが青になってれば構築ジオメトリモードです。では補助線を描いていきましょう。視点をクリックして長方形の横、縦の長さを入力します。エンターで確定して右クリックでスケッチ終了です。ちゃんと描けましたでしょうか？長方形の補助線の左上の角がちょうどテープホルダー芯の中心になっているはずです。今一度設計図を見てみましょう。テープホルダーの芯の六角形は直径 3.6mm です。つまり半径 1.8mm です。構築ジオメトリモードから図形描画モードに変更して六角形を選択します。では六角形を描いていきましょう。とりあえず六角形中央がグリッドでスナップできるまでズームします。あとは六角形中央を支点として半径 1.8mm の六角形を描画します。ちゃんと描けましたでしょうか？スケッチはこれだけで完了です。閉じるボタンでスケッチを閉じましょう。ではテープホルダーをはめ込む溝のスケッチと合わせてちゃんと作図されているか見てみましょう。ちっちゃくて見づらいですが、塔と塔の中央にちゃんと六角形が存在します。あとはこれをパッドで立体化して完成です。設計図通り 37mm スケッチ面を中央として両サイドに押し出します。スケッチを選択してパッドアイコンをクリックしてください。長さを 37mm に設定して面に対して対象をチェックします。あとは OK を謳歌して閉じます。テープホルダーの芯が押し出されて立体化されました。本体のテープホルダーをはめ込む溝にはまってますね。これで完成です。以上、お疲れ様でした。当動画の目標は達成できましたでしょうか？今回はサブシェイプバインダーの話をしました。サブシェイプバインダーを使う利点は異なるボディの情報を簡単に参照できることです。サブシェイプバインダーは複数の形状を取り込めます。ただし複数の取り込んだ形状を個別に取り出して利用することは原則できません。サブシェイプバインダー機能は設計上グローバル座標を原点として作成した形状しか想定されていません。実用上は点一つの情報を参照する目的として利用するのが最も安定した使い方だと思います。面やデータ無平面のような形状は取り込めますが、座標系が見た目上狂うのでおすすめしません。例えば参照元ボディの点の位置情報をもとに自分のボディの形状位置を合わせるような用途で特に効果を発揮すると思います。さらにデータ無点と併用してうまく活用すれば応用の幅がさらに広がると思います。いろいろ試して活用してみてください。あとすっかり忘れていましたが、シェイプバインダーという青いアイコンの機能があります。アイコンの色が違うだけですが、とりあえずサブシェイプバインダーの機能劣化版だと思っていいと思います。サブシェイプバインダーで事足りるので必要になった時に学べば良いと思います。さて次回はテープホルダーの作成になります。完成までこぎつけるか分かりませんが、ウプ主の都合ですが今かなりバタバタしてますので、少なくとも直近に出す動画の数回は遅くなると思います。いつも通り更新日は未定ということでご理解ください。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。